前回のあらすじ、敵キャラクターの生成システムができてシューティングゲームとして動くようになりました。やったー。どうも皆さんこんにちは、お化けの冬くんです。レレです。アリファです。今回もシューティングゲーム開発やっていくよ。今回は何をやるんだ？今回はプレイヤーの無敵時間を作っていくよ。今の状態だと連続で敵の攻撃を食らって一瞬で体力がなくなっていましたからね。で、お前はなんで点滅してんだよ。今無敵時間中だからね。どんな悪口を言われても聞かないよ。バーカ。聞いてんじゃねえか。それで無敵時間ってどうやって作るんですか？では無敵時間のシステムをステップごとに分けて考えてみましょう。ほい。まずはじめにプレイヤーが敵の攻撃を食らった際、プレイヤーにダメージの処理が行われます。そうだな。その後プレイヤーに無敵状態が付与されます。無敵状態のプレイヤーは点滅し、敵の攻撃を食らってもダメージの処理をスキップするようにします。ふむふむ。そして一定時間経過後に無敵時間を終了します。以上が無敵時間のシステムになります。こうしてみると意外と大変だね。ダメージの処理はもうできてるから、ここから先の部分のシステムを作ればいいんだな。じゃあ早速作っちゃおう。よーし、テストやってみるよ。ダメージを受けた後、無敵状態になって点滅するようになったよ。点滅？はい。今の点滅というか消滅してなかったか？消えれば大体一緒かなって。一緒ではねえだろ。仕方ないからちゃんと点滅するように修正したものがこちらになります。今度はちゃんと点滅するようになったよ。お、ほんとだな。それに3発の弾を食らっても、ちゃんと1ダメージしか受けてないですね。前は攻撃食らったら一瞬で体力0になってたからな。HP ゲージある意味なかったもんね。よーし、無敵時間のシステムができたね。これでゲームプレイに関する部分は全て完成したので、ここからは UI やゲームオーバーの処理などシステム部分を作っていきましょう。オッケー。冬お前また点滅してんのかよ。一仕事終えて無敵状態だからね。はいはい。眩しい眩しい。それじゃあ次はスコアの機能を作っていこうかな。やっぱりシューティングゲームにはスコア機能は必要だよな。ピザに乗せるパイナップルくらい必要だよね。いやそれはいらなくね？ではまずはスコアのテキストを作成しましょう。はい。ちっさ、サイズはこれでいいかな？いいわけねえだろ。ではテキストを引っ張ってサイズを大きくしましょう。ビヨーン。大きくなったよ。それでは好きな位置に配置してください。邪魔にならなそうな左上にしておこうかな。で、このテキストをスコアに書き換えるわけだな。スコア。なぜひらがなで書いたし。一度ゲームを実行してみましょう。すごい、ゲーム画面にちゃんと表示されてるね。ひらがなの圧倒的違和感。ここに好きな文字を入れれるってことは、いいこと思いついた。チャンネル登録してね。いやゲーム内で宣伝すな。やっぱり YouTube だと宣伝も大事だからね。ゲーム内に書く必要ねえから、そこスコア書くところだから。まったくレレちゃんはわがままだな。ほら、ちゃんと英語で書いたよ。まあこれならちゃんとスコアっぽいが、なんでスコアがニコニコなんだ？人生において笑顔は大事だからね。まあそれはそう。あとピザのパイナップルも。このままだとテキストが少し地味だから、軽く装飾しておいた方がいいな。そうだね。まずはやっぱりフォントから変更するか。ドット絵のゲームだから、フォントもドットのものにしておこう。そうだね。見えやすいように縁取りもつけて。そうだね。最後に影も少しつけて厚みを出したらいい感じになるな。そうだね。お前さっきからそうだねしか言ってねえな。そうだね。うざ。よし、見た目はいい感じになったな。やったー、スコア完成だー。でもまだ敵を倒してもスコア増えないんですよね。そうなの？確かに敵を倒してるのにスコアは増えてないな。ほんとだ。これはただのテキストを表示するだけのオブジェクトなので、実際にスコアを増加するにはプログラムで動かす必要があります。なるほどな。それではスコアを増加させるためのプログラムを作っていきましょう。はい。まずはじめにスコアを管理するスクリプトを用意します。このスクリプトでスコアの合計を管理し、その値に合わせてスコアのテキストを変更します。ふむふむ。次に以前作成した2種類の敵キャラクターが破壊される際に、スコアの数値を加算するようにそれぞれ変更を加えます。なるほどなるほど。これで敵が倒された際にスコアが増加するようになるはずです。それじゃあ実際に動くかどうか見てみるか。ちなみに敵のスコアは、30点と50点にしておいたよ。弾を撃つ敵の方が強い分スコアも高くしてあるんだな。スコアを増加させるプログラムもきちんと動作しているみたいですね。やったー、ちゃんとスコアが増えてる。スコアがあるとゲームって感じがよりしてくるな。よしこのままスコア100万までやろう。日が暮れるわ。ということで今回は、無敵時間とスコア機能を追加しました。ゲームのシステム部分が少しずつ出来上がってきましたね。となるとずっと手をつけずにいたゲームオーバーの処理もそろそろ作らないといけなくなってくるな。いや無敵でやり過ごそうとすな。それでは今回はこの辺りで、また見てねー。